was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh. はい、皆さんこんにちは。今日はこちら新型スーパーグレートのスーパーハイルーフ仕様ということで、富士トランスポートのお車なんですけれども、こちらとショートキャブと2台新型スーパーグレート納車ということで、実はね少しだけセノプロ仕様にするということで、今塗装終わって、最終段階に来ております。今バンパーを取り付けたりとか、フロントの黒帯の部分取り付けたりとか、あとはエアクリーナーですね、そういったのをやっていくというのを見てみたいと思います。僕の動画だと基本的には完成した車をこうね映していくことが多いんですけど、実際取り付けっていうのはどんな感じなのかで、また新型ですんでね、今までの17とはね勝手が違うということですんで、そのあたりを見ていきたいと思います。これがグリル、これ多分な、はちょっと待って、グリルとバンパー、どっちをつけるんですかこれ先。いや先にこれバンパーに具材を組み付けてから具材っていろいろあるのよね。リップスポイラーとかっていうこと？そうそうそう、だからそういうのをつけてからじゃないとつけれないから。でフロント周りもあれですね、ヘッドライトの形状当然違いますし、そうそう、コーナーセンサー的なカプラーがついてたりするんで、この辺もしっかり装着していかないといけないということで、皆さん緊張感持ってやってます。緊張感持ってますか？はい、すみません。これリップスポイラーですか？なんか分割式なのね。前も3分割で、前はでも樹脂じゃなくて鉄っていうかね、やっぱ樹脂化してるね。フロントちょっと軽くしてるのかな、そういうので。バンパーはスチールですもんね。プロフィアとかだとこれがね樹脂になるんで、コストカットっていうか、重量をね抑えるためにいろいろ素材を変えてってるんですけど、普通の場合はスチールで、リップスポイラーが樹脂ということです。グリルも樹脂ですねこれ。そうそう樹脂やね。それは今何拭いてるんですか？ミストやね。青くなっちゃってるから。やっぱどうしてもマスキングしてても、そう塗装の入っちゃうのね。そうそう、ミストとか飛ぶから。そう、塗装って入り込んでるとこ難しいって言いますね。そうそう、スーパーハイルーフの付け根とか難しいって聞くわ。これなんで3分割になってるんですか？要はやっつけても分割でアンセンブリーじゃなくてこっちだけで頼めるんですかね。バンパー外してれば取り外しも容易だけど、ついてると結構大変ですね。ビスの数が結構多いですもんね。一回ひっくり返して、そう、はい、せーの。でも軽いっすね、バンパーちょっとは軽量化されてる。これ多分つける感じですよね。位置的にどうもこうっすよね。ほら。でここにあれが合わさるんですよ。でも位置的にはこことここが合うんじゃないの？合うねやっぱり。しっくりくるわ。来た、入った浮かしたら入るっすよ。バンパー浮かして、多分裏だから一回全部表つけてから裏ひっくり返して、でそこで多分ビス当てなきゃダメ。それはステップ？ついてないわ。ここ追加されてるわ。追加されてるんや。今までと形状が違う。そう。入った。ほら入ったっすよ。ここがもうすでに当たってるんや、黒い部分が。オッケー。ひっくり返しましょうか。はい、せーの。オッケー、完璧。これつけた状態入れていかなきゃいけないのね。そうそう、そこはもう当然これ同じやつがあるんだけど、それもつけるし。はい、今こうついてきました。ライン入ってるんですけど、向こうはちゃんとグラデーションになって黒くなってる。じゃあバンパーつけます。前のより軽くなったと。いや、微妙かな。全部つけたらちょっとは軽いような気がするけど。入ってるわ。初めてですもんね、組み付け。形になってきましたね。今ねこんな感じでバンパーが取り付きました。今2人でやってるわけですけれども、バラシを瀬野社長がやったということで、組み付けがねどういう手順で外してどのビスがここの部分っていうのがね手探りでやってるような状況になっております。それではね完成がどんな形か皆さんお楽しみにしていてください。はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの待ちに待った新型スーパーグレートをですね徹底紹介していきたいと思います。
でこちらはですねスーパーハイルーフ、スーパーハイルーフっていうね言い方だとどうしてもね2階に寝台があるものをスーパーハイルーフとね今まで言ってたわけですけれども、こちらはそういう意味のスーパーハイルーフではなくて、本当にねハイルーフ部分が広くなったという意味のスーパーハイルーフという車になっております。で富士トランスポートにはですねこちら1号車と言われる車、生産初期段階の車が2台同時に納車されております。でそのうちの1台がこちらのスーパーハイルーフ、要はフルキャブのハイルーフが高いバージョンで、もう1台が富士トランスポートといえばショートキャブの2階建て 10m っていうことでそれぞれ納車されております。で今回のご紹介はこちらのスーパーハイルーフフルキャブのモデルを、内外装ともに徹底的に紹介していきたいと思います。しみじゅん。スペックに関しましてはですね、こちら 12.8 リッターエンジン新搭載のエンジンでございます。で今まではね 10,000cc のエンジンだったわけですけれども、今回のモデルからこのね 12.8 リッターも選べますよという形になっておりまして、でこのお車に関しては 12.8 リッターエンジンを積んでおります。しかもハイキャブになっております。ちょっとね見分けが難しいんですけれども、こちらはローキャブではなくてハイキャブということで421馬力、従来ですとねハイキャブ428だったんですけれども、ちょっとね7馬力ほど、低くなりまして421馬力という設定になっております。でそちらのスーパーハイルーフということですね。でショートキャブにはね残念ながらこの 12.8 リッターが乗りませんので、従来通りの 6R20 のエンジン 10,000cc のエンジンが乗ってで394馬力ということになってまして、スペック的にはこちらの方がね上ということになっております。で一応セノプロ仕様ということで完成しましたんで、どんなパーツつけてるのかっていうご説明なんですけれども、セノプロといえばねこのコビンド製のバイザーということで、バイザーはつけさせていただいておりまして、で今まで通りアイラインとかね当然ヘッドライトの形が違いますんで装着ができておりません。なので、付け加えたパーツとしてはバイザーという感じになっております。でカスタムポイントとしては今回の新型スーパーグレートの特徴となっている黒帯と言われる部分ですね。でこちらに対してアクセントカラーを入れてますということですね。でこういうふうにね黒帯が続いていくわけですけど、ドアのね一部分もマットブラックのカラーにしております。それに伴ってこういったところもねグラデーションをかけております。下は下でねそのまま色がいってたりとか、ちょっと細かいところもねこだわってやっております。あとは付装のエンブレムとワンポイントでメッキの加色があるんですけれども、このメッキの加色と付装のエンブレムですね、こちらをブラックメッキ加工をさせていただいております。真ん中のグリルの部分もこういうね富士の、コーポレートカラーを入れさせていただいているという感じで、当初の見た目よりもだいぶねカスタムトラックっぽくなったかなと思います。あとの変更点としましては、センサー関係の形形状がですね従来のスーパーグレートとはちょっと異なったということですね。ちなみにこの車からの型式は FS84 とか85とか低床四軸なんで FS なんですけどね、その他 FU という重輪があったりとか 2DEF の FV があったりとか、あと FP っていうのがありますね。 FP はヘッドですね、シングルのそんなラインナップになっております。ヘッドライト形状はね当然違うわけですけれども、今回はフル LED ということでね全部が LED になりました。フォグランプ含めて、なんで視認性がね格段にアップしてますということですね。あとウインカーとかねポジションなんかも全て LED になっております。で当然ながら全て LED になってますんで、オートマチックハイビーム、可変配光型のハイビームが今回新たに搭載されてますので、ハイビームも全部 LED なんでね賢く切り替わってヘッドライトとしてはだいぶ進化したかなと思います。でこちらの横のねボコッとなってる形状のところには日の出いうところのサイドガードアシストみたいなねセンサーが入っております。ここにこういうねちょっと電波走ってますマークみたいなのがついてるわけですけれども、このタイプからですねギガなんかもそうですけどね、で実は日のもね全部四方にセンサーつくようになるんですけど、新たな安全基準がね見直されたということで四方にセンサーがついてると。で真ん中にもついてるし、でカメラのセンサーが窓にもついてるということでね非常に安全装置が充実しているという感じです。あとはミラーですね。ミラーステーからミラーまで富士の同色に仕上げております。こちらのリップスポイラーも従来だったらスチールだったんですけど、今回から樹脂製に変わっております。細かいところですけれどもね、こういったところも3分割に取れたりしますんで、万が一こすったりしてもねだいぶ変えやすくなったかなと。で樹脂になることによってねだいぶコストも抑えられるということで、その辺はね非常に良くなった点だと思います。インタークーラーなんかねでっかくなったなっていうね感じですね。機械系のことはよくわかんないんですけど、排気量大きくなってますんでね、インタークーラーも大きくなるし、あとは排気ブレーキもねよく効くという感じになってるのかなと思います。でセノプロといえばねフロントパネルにグラインダータトゥー入れるわけですけれども、今回はねそこは見送ったということで、本当のねバリバリセノプロに関しては入ってくる可能性があります。それではねちょっと横側行ってみましょう。しみじゅん。はい、じゃじゃーん。
こんな感じでね、看板がだいぶ印象的ですよね。ロジスティクスプロバイダー富士トランスポートと、いうことで、通常の富士のマークとは、ロゴというかそういったものとは違ってですね、今回記念号になりますんでね、派手な看板をこしらえてやってるということです。で、今回より設定になったこのスーパーハイルーフと言われるものの形状はこういう形になってますね。昔のハイルーフだったらね、前から後ろまでだいぶ平行だったんですけど、後ろにかけてね高くなってるような形状になっております。それはなぜかといったら同風板のね機能も共に果たすというのを考えてるからであります。なのでね、後ろがどんどんこう高くなってると。で、そこのハイルーフの部分こう切り掛け入ってますけど、おそらくエアクリーナーがね、国内仕様だと右側につくわけですけれども、一部の海外仕様は左側につく関係なのか、切り掛けが入ってるという感じでございます。残念というかね、このねベッド窓のね形状がね何十年も変わってないのはそのまま引き継がれてるような感じで、安全窓のドアノブとかね、その辺の形状は至って変更点がございません。中がね本当だから広くなったっていうことで、そこはね本当乗務員さんも魅力的なポイントだと思うんですけれども、だいぶ広くなっております。後ほど中は中でいろいろとご紹介します。こういったところも 24V 電源がね、取れる、これもね昔からこの位置にありますけどね、こういったところがあんまり変わってないかなというふうに思います。あと細かいところ言うとね、こうステップが中で下抜けてたりっていう細かいところは、要は軽量化図ってるのかちょっといろいろ理由は分かりかねますけども、今日組み話もしてたんですけど違ってたということです。でマットカラーをね黒帯から延長させてつなげてやったという、今までの富士の車ではちょっとないようなねデザインになっております。でもね、ここマットで塗って、その代わりこっちが本当は通常黒なんですよ。ブラックなんですけど、ここは今度富士のコーポレートカラーにして、さらにフェンダーも実はね少し長いものに変えてまして、その長いものに、今回新しく追加になったセンサーですね、こちらがございますので、切り掛け入れてねフェンダーこちらを装着しているということです。で少し残念なのがね、今までのねハイルーフの設定も当然あるんですけれども、こちらのスーパーハイルーフに関しては今のところそのサイドデフレクターの設定がないのでね、通常セノプロだと結構みっちりね肉厚になってるわけですけれども、ちょっとここがねスカスカ感があるというのがちょっと残念なポイントかなと思います。上の防雪プレートの部分には遮光灯1つ今してますんで、計4個遮光灯ついております。向こう側のエアクリーナーもちょっと形状変わってるのがね結構クリアラスキリキリになってるんで、そのあたりもね新型になってちょっと変わってきてます。箱に関してはですね、こちら完成車になりますので、不走の完成車といえばですねパブコのエクシオウイングなわけですけれども、そのパブコのエクシオウイングでも少しね上級なやつにしてます。自社の車でも何台か数台になりますけどね入れてる箱になってまして、この表面がね今まではサンドイッチパネルだったんですけど、こちら FRP のねラミルクスという素材を使ってます。なんでね近くから見ると結構ねこういうシマシマシマって入ってるんですけど、このラミルクスっていう素材の特徴になっております。ここがね丈夫になったってことですね。非常に硬い樹脂でできております。下側に関してはこちらもね実は新しい今までのパブコのエアロではなくてですね、当社がオリジナルで開発をさせてもらったエアロになっております。もうこちらもね FRP で作ってるんですけれども、非常にね精巧に作られております。作ってる会社さんっていうのが、新幹線のね中の内張りっていうか内装だったりとか窓の部分とかこう樹脂でできてると思うんですけど、そういったのを作ったりとか、ロケットとか飛行機の内装とかね、そういったのを手掛けてる会社さんで、非常にね有名な会社さんに無理を言ってですね、今までエアロとかこしらえたことないんだけどどうにかなんないかということで無理を言って作ってもらったものがこちら装着されております。何台かね前の方のスーパーグレートにも装着されてるわけですけれども、富士の車としては初めてこのエアロを装着させてもらってます。そちらにバスマーカー、バスもね同じものついてますけど、不走といえば四角い、サイドフラッシャーになるわけですけれども、そちらバスのサイドフラッシャーと、で下に関しては WAZ の、シームレスのマーカーですね、そちらを9対装着しております。で今回はねちゃんと切り掛けも入ってるんでね、エアロもすごいアクセントがついてかっこいいです。こちらともに開くようになってますので、長板ついてますんでね、全部開いて例えば洗車とかすることも可能になってますし、今までの不走のエアロと違って、今までの不走のエアロこう開いてたんですけど、下から上げる感じになってます。あと便利になったのはアドブルーですとか、燃料ですねに関してはこちらエアロいちいち上げることなく燃料を給油していただいたりすることが可能となっております。その辺はね非常に便利になったのかなと思います。それに対して今までもねついてましたけれども、ドーマのフェンダーですね、タクラサイドガードがついてない部分オリジナルのエアロと、ドーマフェンダーと、あとはワズマーカーで、タイヤ灯に関してはバータイプの LED の照明をこちらにつけさせてもらってます。そんなんでね非常にシンプルだけど締まった感じで見えるということになってます。オーバーハング部分もエアロ当然追加して、この辺もね緻密な計算で角度をね決めたりとか、本当ね開発に非常に時間がかかったエアロなわけですけれども、ようやくとね製品化させていただけて、こういった形で新型にも装着させていただくことができたということです。でここにファンクショナルクールで、自社の車なんで反射板もね
つけてるんですけれども、ワズのマーカーに関しては反射板も兼用できるんでね、本来はいらないんですけど、共にねつけてあるという感じです。後ろ下がって横から見るとどうでしょう。ハイルーフの部分がね高いんで結構肉厚でかっこよくなりましたね。エアロもついてますしね。で塗り分けとしては下のエアロだけを富士のカラーにしたというね、17スーパーグレートの時もフルエアロの1号車入れさせてもらってたんですけども、その車の場合は写真添付しますけど、もう全部がねブルーでした。それはね今回はちょっとやめようということで、煽りと羽の部分は、そのままのね素地の色を残してエアロだけねブルーで後ろまで行ったということで、トコ枠とかも塗ることなくエアロだけを塗ってるということでございます。後ろから見るとね富士トランスポートって感じですよね。 GPS ドコマップですね。ドコマップに関してはいろいろなねメディアでも紹介されてますけれども、 GPS を使った車両の確認管理ができるということで、当社の車グループ含めて全部ついてるわけですけれども、最近はねお客さんも結構ねつけてくださって簡単にローム管理ができるようになるということでドコマップをつけたりですとかね、あとは後方も記録中ですよっていうドライブレコーダーも今うちは宮崎のもうデジ7標準なんでね、それに対して後ろも前も録画機能がついてると、ただのバックアイではなくて録画機能もついてるんで、いざという時なんか事故とかねぶつかったとかあった時にもあんまりね揉めることなくすんなりいくという感じになってます。はい。後ろもですね先ほどご紹介したラミルクスという素材になっておりまして、しましまーっとねなってます。で車高灯に関してはこちら後ろ側も一対増し計4個になってます。で面白いのがこの下ですね。こちらリアシール加工してます。本来パブコの完成車の場合はテールが吊り下げになるんですけれども、今回ちゃんとリアシールを増してまして、そこに新型のテールライトと当てゴムローラー、こちらスワーですね、スワーの当てゴムローラーを入れてます。リアシールと、バンパーが一体になるようにうまくバンパーも調整して全部島板とかもね貼り直して作り直しております。なんで後ろから見ると派手ではないけどかっこいいですよね。非常によくできた車だと思います。箱に関してはねここが柔らかくなってるんで開きやすくなってるし、中に関してはね至って標準なんですけれども、やはりウイングの部分はラミルクスで頑丈になってますんで、例えばカゴ積みのねヒンジが引っかかって切れて割れるとか、そういったことが非常に少なくなっております。で床に関しては神話自動車さんのバンブーの板がついてますんで、丈夫で軽くて底抜けたりしづらいっていうので、当社の車は全部こういったものにしてます。そこに床フックついたりしてまして、標準的な仕様ですね。で LED のライトがついてるということでございます。完成車なんでね、多分高さがトランテックスの箱だったら内高が 2.7 取れるんですけど、おそらく 2.65 とかね、それぐらいの内高値だと思われます。はい、こんな感じですね。で純正当てゴムはそのまま生かされてるという感じです。で運転席側もエアロ仕様なんでね、特に変わりはないです。看板を反対側から貼ってるというので、ちょっとデザイン的には変更になっております。しかしながらねエアロと全てが対照的になるような感じになっております。で従来通りねこちらの中には工具箱があったりですとか、あとエアタンク、カバーなしのマフラーがついてたりします。この辺はね従来のスーパーグレートとそれほど変わりはございません。キャブ上ですね、今までもありましたけれども、こちらのシュノーケルと言われるエアクリーナーが、形状変更になっております。日野のプロフィアみたいな感じでハイルーフの中に一体化されたような感じになってまして、そこが変更になってます。で今までセノプロだったら同風板つけてねサイドデフつけると、このシュノーケルじゃちょっと無理なんで394のね小さいものに変えてたんですけど、今回から一体化になってるんでね、そのまま活かして色を同色に塗るという加工を施しております。しみじゅん。一応中見ていきましょうか。何が装備的に違うのか中を見ていければなと思います。あとねドアノブ同色にしております。今回塗りました。開くとねこんな感じで、下から見た限りはこの辺の黒い感じとかは今までのね17とそれほど大差はないです。でアクセルペダルとかねブレーキとかも同じですね。大差はないです。ちょっと乗ってみましょうか。乗ってみた感じですね。変更点、ドアの内張り関係は全く変わってません。17から灰皿もねついてますしね、ちょっとねこの辺がもう少しね日野みたいにデザイン全部一新してほしかったですね。日野なんかはねカップ型の灰皿に変わってますんでね、そういったところはちょっと真似てほしかったなっていうふうには思います。この辺がちょっとコストカットというか、あんまり手加えてないのがねちょっと否めないという感じであります。であと今回変わったのがサイドガードアシストが右側にもつきました。で左側にもついてます。なのでより視覚に対しての安全が保たれるということになっております。で今回このお車は見ての通りプレミアムラインというグレードになってまして、プレミアムラインからはピアノブラックの過色のパネルが装着されてきます。でプロラインは今まで通りね樹脂がそのままこういったところに使われて、でその上のプレミアムエグゼクティブというグレードになるとなんかね青っぽ
ぽい石っぽいそういうパネルになるんで、パネルに関してはそのグレードによっていろいろ変化があるということです。で、基本的なプレミアムラインの変化というところで言うと、変更点は今までと同じです。なのでハンドルに限って言えば本革巻きのステアリングになってたりとか、あとはハンドルの一部分もシルバーの加色になってたりとか、シフトノブなんかもそうですね、シルバー加色のものになっております。TCC がついてます。こちらで、Apple CarPlay とね、多分 Google もいけるようになったのかな、そんな風になってまして、で、スイッチ関係もプレミアムだとミラーのね調整もできますし、ミラー自体にワイパーもついてますし、これプロラインだと確かつかないんでね。で、当社の車は全部オプションでハンドル補正入ってますんでね、ハンドル補正キルスイッチがついてたりとか、あとこの辺とかはデフロックだったりとか、荷重移動のスイッチだったりとかで、こちらはプリクラッシュオフ、レーンキープオフ、横滑りオフにしないといけない状況っていうのもあるんでね、そういった時に使うもので、ハザード、これがアイドリングストップオンオフのボタンということですね。変わった部分としてはスタートボタンが変更になってます。本当にメルセデス・ベンツのボタンですよ。鍵に関してもベンツの一世代前のベンツの鍵ですね。清水さんが乗ってるベンツと同じ鍵でございます。こちらを持って、今までだったらこの鍵をブスッとここに挿してたわけですけれども、今回からはもうキーレス GO みたいな感じで、これを例えばこっちに置いといて、でブレーキ踏まないといけないですけどね、ブレーキを踏んで一発押すだけ。今までは押し続けないとね、深く押し続けないとかからなかったんですけど、今回はこうやって押すだけ、これでエンジンかかります。はい、という感じでね、エンジンもすんなりかかるということです。はい。でね、今ちょっと聞いてもらったんですけど、エンジンもね、実際 13000cc になってますんでね、アイドリング音とかも非常に高回転でトラックっぽくなって僕は好きなんですけど、そこら辺も後ほどちょっとカレブカシとかねしてみたいと思います。あと変更点、こちらサイドブレーキが電子式になりましたっていうので、解除はここを押して解除で、かけるときはこれ引く、こういう操作で使うことができるものに変更になってますんで、通常サイドブレーキって当然普通のレバーがついたホイールパーク式だったらちゃんと下ろさないと解除にならないわけですけれども、こちらの場合はシフトを入れて走り出すと勝手に解除になります。今の、スカニアなんか電子式のパーキングブレーキになってますんでね、そういったのに足並み揃えてきたかなという感じです。で、あとはスイッチ類でいうと、こことかね、通常の照明はこちらになってまして、LED の横長のもので、夜見ても非常に明るくてね、いいかなと。ライト類はね、全部 LED になってますね、そういう意味では。で、こちら入れると間接照明、ね、こういう色の、オーソドックスな電球色っていうんですかね、間接照明になってます。で、この前のトラックショーで見たら64色みたいなの選べる間接照明も出そうなんでね、そこは交互期待なわけですけれども、とりあえず当社に導入されたのは間接照明、1色しかできないやつってことですね。で、あとここライト、これもね LED になってますんで、非常に手元のライトが明るくなっております。実際ロールーフとかのやつはね、どういうライトになってるかわからないんですけど、おそらくここは多分ついてこないと思うんですよね。なんで従来通りのものが装着されてくる可能性が高いです。スーパーハイに関してはもうここもLED のライトに変更になってくると。で、スピーカーなんかのね形状も近未来的なものになってますね。グリップとかね、こういったところが良くなってるかな。あと上はね、当然収納になってますんでね、ギガもそうだしプロフィアもそうですけど、分割式の収納がルーフ部分にもつくということですね。後ろはこういう感じでだいぶ高くなってます。今までのスーパーグレートだったらスピーカーグリルのちょっと上ぐらいで切れてたと思うんで、背高くなった分いいですよね。スーパーグレート好きな方だったらよろしいかなと思います。収納もね、頭上に入るし。で、こちらも一部オプションあったんですけど、TCC ついてるとどうしてもデジタコとかね、例えば冷凍車の場合とかだと操作パネルが邪魔になってくるんで、こういったところにもね、ツーリングを足せるようになっております。で、助手席はね、バイザーはないと。運転席のみのバイザーということになっております。あと、このぐらいのモデルからバックカメラ標準ですんでね、フソーと書いてあるものが最初からついてるということですね。細かいボックス的な部分、ここなんかもね、多分何も変わらないですね。同じでございます。ここら辺は作りは変わりません。で、ここも変わりません。シガーがついてる。これはね、ありがたいですけどね。鍵がスペアとかついてるんですけど。今後ね、鍵の運用どうするんだろうな、これ。鍵もこういうものなんでね、おそらくこれ、開けられないですよね、扉。今までのリモコンに刺さってた鍵がね、そのままくっついてるんで、手動の時はこれを使うということで、こっちは何に使うのか分かりません。ベンツだったらこれが緊急時の鍵になるわけですけれども、そういったわけでもなさそうですので、入んなくなった。閉まりましたけど、めちゃくちゃ出しづらいですね。気をつけた方がいいです。抜いたらちょっと入りづらいですね。しみじゃん。じゃあちょっとハイルーフ部分見てみましょうか。何回か動画に上がってますんでね、見た方多いと思うんですが、ここにも収納がついてます。で、ちゃんとマットついてるんでね、ツルツルではないです。で、こちらも収納ですね。はい。で、上も収納でございます。はい。ちゃんとね、中もライトがついておりますし、ここもね、カーペットが敷かれてると
で間接照明ね、こういう感じでバージョン LED が貼ってる感じですかね。ちょっと中腰傾むぐらいかな。まあ、一応立てるは立てると、こんな感じです。なんかやる気のない人みたいですけど、こんな感じですかね。若干やっぱり国産はね、スカニアに比べると低いかな。あとこういったところは収納があったりとか、まあ、この辺のデザインは非常に近未来な感じ。なんかキャンターとかもこんな感じのデザインですもんね。しましま模様入ったり、そんな感じですかね。プレミアムの装備ということですけど、まあ、あとここボックスがプレミアムだとつくのと、このマットが肉厚になります。まあ、その辺もプレミアム専用装備になってると。上から取れるようになったのはいいですね。あとはエアコンのセンサーとか、こういうところに温度センサーついてたり、あと間接照明ですね。ここ夜ついたりもします。それではね、ちょっとエンジンかけてみましょうか。まあ、実際 13,000cc はどんな音するんだろうと。ブレーキ踏んでプッシュ。どうでしょう、音的に。すごいこうエアの吸気音がすごいですね。じゃあちょっと吹かしてみます。違い分かってもらいました？この音。はい。ということで、だいぶね、強力な音になっております。ヒューヒュー言ってますね。この吸い込む音がエアを。あとちょっとシフト音やりましょうか。じゃあちょっとバック入れてみます。ニュートラルでドライブ入れてみます。なんかプシュ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 、まあブブブブブもありますね。まあ不走といえばこういう音ですよね。はい、今ねそんな感じでぐるっと見てきました。どうでしょう、新型スーパーグレート。巷の意見だと結構ね、このフロントのデザインがちょっとかっこ悪いなとかね、ちょっとあれ言い過ぎかな、まあ、フロントのデザインがなとかっていう方もいると思うんですけど、トラックも乗用車もそうなんですけど、見慣れるとかっこよく見える効果というものがございますんでね。セノプロではね、当然スーパーグレートをメインでね扱ってきますんでね、この新型スーパーグレートのバリバリセノプロもねそのうち、出てくるわけですけれども、手始めに富士トランスポートの自社の車をセノプロ仕様にするとこういう風になったというのをね分かっていただけるかなと思います。まあね、この辺っていうのは、瀬野社長が勝手に決めてます。実は塗り分けとかね、看板こんな感じとか決めてやってるっていうので、センスを結構セノプロでは売ってるんでね、セノプロ仕様の車をある程度塗り分けとかこうしてああしてっていうのは実はねあんまりやってなくて、セノ社長がこういう、イメージだけもらってね、こういう感じだよねっていうのを、作り上げるっていうね作り方をしてまして、今回も富士の松岡社長から瀬野社長に好きなようにやってじゃないですけど、そんなんで作ったらこんななったっていう感じでございます。非常にかっこいいんじゃないですかね。塗り分けとかね、エアロだけね青く塗るとか、やはりこういったところの発想が、あんまり他のところでは見れないのかなっていうふうに僕個人的には思いますので、感性をちょっと信じてぜひぜひセノプロに仮装の依頼とか、車の購入の依頼もお待ちしております。ちなみにね、富士トランスポート自体ではこの車新型スーパーグレートだけでも本当500台以上の注文を入れてまして、そのうち販売用もね150台ぐらい入れてます。でラインナップとしては、こちらはねハイキャブの、スーパーハイルーフっていうモデルがあるんですけども、こちらを結構頼んでます。その他には394馬力ローキャブになるんですけどね、それでスーパーハイルーフがつくモデルとか、あとはソーリンエアサスもね頼んでおります。ただね、ソーリンエアサスだとこのスーパーハイルーフの421馬力がない。394馬力だとあるんですけどね、ローキャブだとこのハイキャブのソーリンでスーパーハイの仕様がないので、うちの場合は今まで通りのハイルーフを頼んでおります。その代わり同風板とサイドデフがつくんで、セノプロだったらそっちの方がいいのかもしれないですね。ただ乗る乗務員さんは多分スーパーハイの方がいいっていうことで、非常に意見が分かれると思うので、ラインナップいろいろ考えて頼んでます。あとはヘッドですね。 FP も多分 E 弱かな、 DEGJ とかあるんですけどね、ホイールベースの長さがその中の E 弱 PTO 付き頼んでるということですので、その辺も興味ある方で、納車も順次多分8月ぐらいから始まってきますので、早い方だと8月9月にはね乗っていただけるかなという感じでございます。その辺の車の情報に関してはセノプロトラックスにお問い合わせいただければいろいろご紹介できますので、その際はご連絡ください。そしたらまた動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。